よいしょ。パパッとライス。こんにちは。7月入りましたね。1年も半分が終わりました。怖い、あっという間に1年が半分終わってるんです。そして例年よりも20日早い梅雨明けだそうです。通りで暑いわけだ。そして2階のベランダ、また棚を追加しました。昼間が暑すぎて、この中で電動工具とか使ったら倒れちゃうと思ったのでね、素人がね、外慣れしてない素人が外で炎天下の下棚を作ったら倒れちゃうと思ったので、日が暮れてから夜な夜な電動工具で大丈夫ですよ、ウィーンとかガチャンとか落としても周り田舎すぎてね、うちの住んでる場所は自由なんですよ。バーベキューも全然 OK な土地なので問題ないですからね。騒音とかはね、あとそんなにめちゃめちゃ音が出るわけではない、ハンディドリルでブイブイってやるぐらいなので、とりあえず立てたんです。ベランダの手すりに遮光カーテンをくくりつけてあるので、お布団を干すスペースがねなくなりましたどうやってお布団を干そうかな、これから考えましょう後から考えればいいです。さて、ここにも見えているように、本日は開封をしていきたいと思います。購入はしてないんだな。これは植物友達、略して食友さんに送っていただきました。いらっしゃいますか、食友さん。私も植物をしていると、一定の特定の方ですけれど、植物を交換で送り合ったりだとか、あと地元の古い友人が植物に目覚めてモンステラを探してる、どう思うなんて言われた時に、買わんといて、いくらでも増えるから、もうあるからとか言って、今外に出してて育成でちょうどいいのあるからとか言ってね、買わないで、もうあげるからなんて言ったりとかして、意外と身近なね、お友達から、あとは SNS とかで知り合っていつも仲良くさせてもらってる植物友達さんに送っていただいたり、あとは代理購入っていうのも食友さんの中ではあったりするんですかね。私もこの送ってくださった方に、これそっちの関東のイベントで見つけたら欲しいとか、逆にね、愛知の方のイベントでこれあったら教えてとかって言いながら日々やり取りをする食友さんっていう方がいらっしゃるんですけれど、今回この植物友達さんが自宅で増えた植物を送ってくださるということで、お言葉に甘えていただきました。そしてね、私も植物がね増えるといるなんて言って送るんですけれど、食友さんはね、だいたいもうハイレベルすぎて、だいたい私の家にある植物は持ってたりだとかするので、なかなか送り合うことができず、いつもいただいてばかりで申し訳ないんですが、今回は食友さんからいただいたものを開封していきたいと思います。大きい箱ですよね。わあ、丁寧、すごく丁寧。わあ、画面越しにありがとうございます。あらららららら、なんか水苔送ってくれたなんか高そうな絵が5個ついた水苔、わありがとうございます。嬉しい嬉しい、すごい嬉しい。じ
ゃあ水苔をいただいて、あとはこれをね、私こういうの絶対取っとくんだ。自分が送り返す時のクッションにしたりするんで取っとくんだ。いいですよね。うわ、お、プチプチと丁寧にやってくれるね。見えちゃった。アンスリウムもね、ここが多分葉っぱが揺らつかないようにここを紐できっちり留めといてくれたみたいです。かなり大きいな。こんな立派な。よいしょ。わあ、透明のスリットで送っていただいて、すごい立派な株、かわいい。あと別の方なんですけれども、もう一個とても貴重なものをいただいたので、どこいたっけ、ついでにご紹介しちゃいたいな。よいしょ。よいしょ。何かわかりますか。これはいつぐらいだろう。1ヶ月ぐらい前だったと思うんですけれども、食友さんに譲っていただいたトレベシアパルマータっていう植物になるんですけれど、2鉢あるのでよかったら送りますねということで譲っていただいて、このね、雪の結晶って言われてるのかな、トレベシアパルマータ。葉っぱの形が雪の結晶みたいな葉っぱっていうんですか、これがとっても人気で、なかなかね売ってないということもあって譲っていただきました。こんな感じで食友さんと植物を交換し合ったり、代理購入をして送り合ったりなどなど、今回の動画は食友さんから植物を譲っていただいた開封動画になります。この動画は賛否があるかもしれませんね。植物を買うことで経済が循環し、植物を生産されている方や販売をしているお店からしたら、買ってほしいところを譲渡し合うというのはあまり喜ばれることではないかもしれません。その反面、一般ユーザー、植物を育てる方の中では日常的に行われている譲渡、中には増えた植物を捨てるのが心苦しいなどの理由もあったり、譲渡をし合う方の中には様々な意見や思想が含まれているのかと思います。これは私の意見になりますが、譲渡をすることで植物を買わない方が出てくることはありません。逆ですね。さらに食欲が湧き、譲渡は次の植物を買う着火剤になります。今回あえて隠さずに植物交換の動画を出したのは、視聴者さんの植物欲に火がつけばいいなと思い出しました。そして注意することもあります。日本には譲渡・転売が禁止となる植物が存在します。ここでは言い切れないほどの数、譲渡・転売が禁止されている植物があるので、各自調べてルールは守りつつ植物を楽しめたら、そして植物が伝染して植物ユーザーが増えたら、それはとてもいいことかもしれませんね。日頃から私の家で増える植物のルート、買うだけでなく交換し合ったりすることもあるということを今回は紹介してみました。おはようございます。ただいまの時刻、朝7時30分
天気曇り、変化にお気づきでしょうか。前回ベランダ管理を始めますといった動画の時にはこっから向こうが映っていたんですけれど、なんとこの度追加しました。ベランダ全滅そしてここのすだれの部分もあえて開けたんですけれど、日光がきつすぎて葉焼けを起こしてしまったので大至急埋めたダッサダサい。なぜここを追加したかと言いますと、ホヤのために作りました。こっち側はプラスチックの壁をつけてあるんですけれど、こっちは壁をつけずに遮光ネットだけにしてあるので明るくなりました。この後洗濯物を回してここに洗濯物を干していくんですけれど、通気性が悪くなったかなと思いきやそんなに変わらないかなっていう感じがしてます。さあついでなので手持ちカメラでくるくる回ってみましょうか。玄関側北側に外1階に出していたベンガレンシスになります。4月ぐらいに葉っぱを1枚も残らずに丸刈りカットして出てきたんですけれど、葉焼けをしてしまったので持ってきました。地面に置いていたら地面と一体化してました。私あるあるなんですけど、鉢の上に鉢そして調子がねずっと悪かったクワズイモですが、すっこぶるいいですね。早く幹上がりにしたかったので葉っぱを3枚落として幹上がり計画をしています。これアフリカンプリンスっていうフィカスなんですけれど、買ってちっちゃい10センチぐらいで購入しているんですけれど、全然成長しないなと思っていたらベランダ管理今年からぐんぐん成長始まりましたね。これ Y の字にカットする実験してるウンベラータ、綺麗な Y の字になってますね。シーグレープ外好きみたい。爆育。そしてホヤですね。こっから見て正面のあの辺に吊るしていたんですけれど、どうもね暗いのが気になったのでこっちの明るい方に持ってまいりました。ホヤコーナー。こんなカゴの置き方してって思ったでしょう。安心してください。結束バンドで穴開けてドリルのクズも掃除せずにそのままくくりつけてありますからね。こんな感じでホヤ、あとはこのモジャマトフィラムも明るいとこが好きっぽいので極力と思ってね明るいところに出してみました。あとこの受け皿が置いてある何かのセットの受け皿かな。このストレッチ屋ですけれど、春始まる前ちょい寒いぐらいの時に
この傘立てに植えたんですけど、ベランダに持ってきてから爆育が始まっておりまして、冬の間1枚もない丸刈り状態だったんですけど出てきてますね。ここが壁に風で擦れちゃってバキバキに割れてる。あとはパンの木を持ってきてみました。今日の朝5時ぐらいに持ってきてみました。去年夏にこのパンの木を遮光ネットなしで2階のベランダ、ここの場所に出したら暑すぎてぐったんぐだんに垂れちゃったので、室内で夏の間管理してたんですけれど、遮光ネットとこの空間だったらいけんじゃないかと思ってね、もう一度出してみました。新しい葉っぱが出てきて可愛いですよ。このね、新しい葉っぱがね毛だらけ。この葉っぱとこの葉っぱ見てわかるようにカビが生えててね、梅雨の間にこれはまずいぞと思って風やってたんですけど、カビが生えてたところだけシミになってますね。この葉っぱは早めに落としてあげようかなと思ってます。ここも動き出してるので。あとファンバン、これ初めて出た新しい葉っぱなんですけれど、これもね早く幹上がりにしたいなと思って下の部分を3本葉っぱを落として、この黄色くなったらポロポロって取れるとね、こんな感じで幹上がりになっていくので、早く幹上がりにしたくて、せっかく新しい葉っぱが出たのでね、ちょっと落としてみた。あとわかりますかね、これ見切り品ハンター、ちょうど去年の7月だったと思います。見切り品ハンターのエバーフレッシュ絶好調でしょ。じゃんじゃん出てきてるんですよ。ピントが合わないか。この家に引っ越しをしてきてから8年が経つんですけれども、このベランダ無駄に広くて何にも使ってない、ガランとした洗濯物だけのためのスペースで無駄な広さだったんですけれど、今年こうして DIY でちょこっと手を加えて、布団は干せなくなりましたけれど、植物にとってはとってもいい環境になりまして、今年は夏もすごく面白くなるだろうななんて思っております。こうやってねやりだしたらね止まらない性格なんですよねお布団はねまたどうやって干そうか考えていきましょう。今度お返しするときはたんまりお菓子でも詰めて送り返そうと思いますじゃあ本日はここまで。ご視聴いただきありがとうございます。暑いのでちょっと外出るだけでも水筒など忘れずに出てくださいね。もうやばいと思ったら手遅れですからね。暑いですが一緒に乗り切りましょう。そして忘れてた。そして来週今週か7月の56かな56の土日、愛知県の吹上ホールでど真ん中というイベントがあります。そこの木村園芸さんのブースで相変わらず袋詰めのお手伝いをしたいと思います。私がいるのが土曜日の1日目と日曜日は午前中だけかな、確かそうだったと思います。またお手伝いにいますので、よければ声かけていただければなと思います。かっこいい。
よいしょ。